こんにちは。パート22、始まりました。前回のパートで、無事エンジンがかかり、走れそうなところまで進めることができました。ここまで進めるのに、1年くらいかかってしまいましたが、ついに大詰めまでこぎつけました。ということで、ずっと温めていたタンクとシートを今回で出してしまいます。この便利カスタム最大の見どころ。というか、最初からタンクとシートが主役で、他をそこに合わせて組んでいるので、このパートを作るために、1年かけて動画を上げていた、という感じです。便利であり、カフェレーサーであり、イタリアンである。そう歌う、タイトルにそう仕上がりになるかどうか。答えはこの動画の続きにて。さて、やっていきましょう。どういう風に見せるか、ずっと考えていたのですが、メインディッシュなので小出しにするより、ガラッと雰囲気が変わるところを見てもらった方が、面白いかなぁ、と思いまして。タンクとシートを一緒に紹介しようと思います。これはボツ案。ドリームのタンクとシートで、これを使うと何でもレーシーになる、ホンダ軽バイク、定番の組み合わせです。今回はテーマに沿わないのと、何でも同じ形にしてしまうあたりに、面白さを感じないかな。ということで、今回はボツ。皆さんは、どんなタンクをイメージされましたでしょうか？イタ車っぽくて、カフェレーサーっぽくもあって、でも便利の改造車でしかなくて、私としては、そういう塩梅の仕上がりを目指したつもりです。あわよくば、いい意味で期待を裏切る仕上がり、でありたい。そんな感じです。それでは、公開しますか。こんな感じです。期待を裏切る形になってましたでしょうか。イタリア、イギリス、日本の和洋折衷的なテーマが伝わるでしょうか。私的には結構気に入っております。使用している部品の詳細はこの後の作業にて。まずはタンクから。使用しているのはこれです。前回、カリと称していた純正タンクです。この便利には、もともとノーマルタンクが載っていなかったため、別途用意したものです。本来、CD50S にはないエンブレム用のステーがタンクについているのはそのためです。塗装したのも、元が黒色で、車体と合わない雰囲気が出ていたためです。次は、これをどうやってあの形にしたのか、というところです。動画コメントを見ていると、マニアックな気配のする方もちらほらいるので、おおよその見当がついている人も少なくないかもですが、こういう部品を使用して、あの形にしています。タンクカバーと呼ばれる部品で、ノーマルタンクに被せて、形を変えることができるダミーパーツです。このパーツ、80年代から90年代頃では、割とメジャーなカスタム手法でして、レーサーレプリカからクラシック系まで、いろんなタイプのバイクで存在しました。ちなみに、激レアでなかなか手に入りませんが、便利用にも、ホンダ純正オプションのタンクカバーが存在します。スタコやら、アクティビティやら、いろんなメーカーやショップ製のものが販売されていました。こんな感じで、上から被せて使用します。このタンクカバーは、革なし糸製のもので、おそらくイタリアの、あの辺のバイク、モチーフのものだと思います。車体色に合わせて赤に塗り、S8 のエンブレムデザインでデカールをワンオフしています。おー、
ディスコボランテー。タンクキャップは純正有料で合わせます。タンクキャップの鍵が煩わしいし、デザイン的にも美しくないので、6V 時代の純正品を用意しました。やっぱり余計な装飾がなくてシンプルだし、鍵なしタンクキャップの方がかっこいい。この構成で組むと、冷却域は同じですが、シルエットが変わるため微妙にロングタンクになります。そのおかげで、この後のシート取り付けが大変なことになるのですが、シートは、デイトナのシングルシート、レーサータイプ、です。おそらく、便利用の車外シートでは、一番ポピュラーなやつ、ではないですかね。まさに、カフェレーサー、を演出してくれるシートエンドの膨らみ。車体シルエットの連続性、を邪魔しないように、一体感重視で赤色に張り替えています。張り替えているので、表面上は綺麗なシートなのですが、中古ベースなので裏面はボロボロです。ベースの FRP が劣化して、ブラインドナットはえぐれてなくなり、スタッド代わりに汎用ボルトが埋め込まれてたり、めちゃくちゃです。ブラインドナットが残っている部分も共回りしてしまい、外せない始末。ステーも当然ありません。このままではどうにもならないので、全部削り飛ばします。これで全て外せました。しかし、そのままではいかんので、E シートクイック、という光硬化成樹脂の FRP シートで、ベース部分を作り直します。使い方は簡単で、ヤスリで圧縮して、ペタッと貼って日光に当てるだけです。フロント側も同様にします。日光に当てると、カッチカチに固まります。これを3層くらい重ねて完成です。固まったら、次はブラインドナットを打ち込んでネジ穴を作成します。こういう部材です。今回は径が大きく、食いつきが良さそうなオノカツのものを採用しました。まず下穴を開けていきます。こんな感じです。下穴が開いたら、ナッターでブラインドナットを打ち込みます。M6 用のものを使用しています。しかしこれ、血管切れちゃう。くらい硬いです。もっと楽な道具が欲しいところです。すべてのネジ穴の打ち替えが終わりました。これでステーを取り付けることができます。ステーもないので、自作する必要があります。このシートステーの作成がこのバイクで一番苦労したところです。サスのところを見てもらえば、位置がずれているのがわかるかと思います。加えて、サスと友締めで固定するタイプのシートなのですが、レイダウンプレートが邪魔で共存できません。ウインカーステーをオフセットしているのも、このシートとの位置調整が理由です。こいつの位置調整をしつつ、ステーをアンオフしないといけない。寸法も求め方がわからない。というところで、めちゃくちゃ難儀してました。
結局、考えてもわからないので、去年の年末くらいからトライアンドエラーで試作を作りつつ、最終的に作成するステイの構想をしておりました。あわよくば、汎用品が付け替えできるように、シートとベース別体の3ピース構造で設計しています。で、さっきからチラチラ映ってしまってましたが、図面引いてワンオフしてもらったステイがこちらです。試作作りまくっても、バチッとうまくいく気がしなかったので、シート前部分のステイは2パターン作成しました。長さに関しても、現物合わせで調整できるように、甘めの寸法で作成してあります。直接タップを切って使えるように、板厚は 3.2 ミリ。拡張性を持たせるため、余分に下穴を開けておきました。組み立てるとこんな感じ。フレームにはこのように取り付け、シートを乗せて調整します。仮合わせ。やはり、少し長かったようで、シートとタンクの間に隙間が空いています。一応、それありきの設計なので、この部分を削って調整します。寸法が決まったら、錆止めの塗装をして本組みで完成。これはめっちゃ時間かかりました。あと、鉄で作ったのでわりかし重たいです。組み付けたら今回のパートは終了です。ささやかなこだわりで、締結するボルトが見えない位置に来るよう設計したので、めちゃやりづらいです。取り付け完了です。まず綺麗についたかなと思います。本当はもう少し下げたかったのですが、スキル的なことと、全体のライン的に、この位置が限界でした。まあ、私にしてはできた方、でしょう。今回の作業はここまでです。タンクとシートが付き、シルエット自体は、もうほぼほぼ完成。あとはミラーとか、ちょっとした装飾とか、こだわりはあるものの、おまけみたいなものが残ってるだけです。このタンクとシート、私的には、ラストにいける、と思う程度にはうぬぼれましたが、いかがでしたか？この、ヘッドライトから、タンク、シート、テール、にかけてラインが通るところが特に気に入ってます。あと、タンクと、サイドカバーと、シートエンドのぽっこり。ベースとが揃っていい感じかなと。過去の動画で、アイルマッキとか、ちょいロングのタンクが似合いそうとか、正解に近いところを聞くコメントがあったりで、こやつめ、やりおる、みたいな方もおられて正直驚きました。そんな感じです。作業動画的には、次がラストになるかと思います。で、今後の予定的には、走行動画とか、総集編的なものを作ろうかなと考えております。作業動画的には、あと5、6台はボロバイクのストックがあるので、数年は楽しめるかなと。その辺はまた別動画で紹介しますのでよろしくお願いします。というか、アクションカムを持っていないので、これから走行動画用に購入しようと思うのですが、貧民なのできついところはありますが、画質にはある程度こだわりたいので、やはり GoPro？ この分野には、全く知識がないので、詳しい方がおられましたらご教示いただきたいです。そんな感じです。赤く、細く、色気あるカフェレーサーを。それでは、